因果律により束ねられし我がワンピース考察は今結ばれた。全ては因果の流れの中に。どうもワンピースの画像と仮面 YouTuber ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回考えたいのは30年前小田先生が19歳の時に考えたゴムの木の精霊です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話まだ読んでない人は大いにネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。2024年7月4日、小田先生が19歳の時に描いた読み切り作品モンスターズをアニメ化した103条飛龍地獄の DVD が発売されました。価格は5000円。その特典についてくる公式ガイドブックにはワンピース0代目担当者串間さんとの対談が掲載されており、そこには串間さんに交通にされた数々の未公開作品が掲載されています。その中で注目はフォワードという未公開作品。この作品は木こりであり泥棒である少年の物語です。フォワードとは全身あるのみという意味か。そのフォワードの主人公の名前はモンキー D パオ。そう、このパオこそがこれまで語られていなかったルフィの原型だと小田先生は言います。そこには伸びる&眠るとも書かれており、小田先生曰くもろにルフィ。頭のバンダナの柄はゴムゴムの実そのもの。名前も同じモンキー D。他にも未公開作品が掲載されていますが、モンキー D という名前はこのフォワードでしか使用されていません。原初のルフィがパオ。そんなフォワードの主要キャラクターにはナミみたいなヒロインのリゼルと、なんと5008歳のゴムの木の精霊メリーというジジイがいます。わっはっはとニカみたいにとにかく笑っている5008歳とは何でしょうか。おそらくこれは語呂合わせかもしれません。小田先生が32年前1992年に描いた作品ウォンテッドではすでに懸賞金の語呂合わせを確認できます。主人公ギルバスターの懸賞金は873億400万ゼニー。ギルバスターの懸賞金の語呂合わせは花ミョーン。花ミョーンです。鼻をミョーンと伸ばしている。すると5008歳の語呂合わせとは偽ればでしょうか。ゴムの木の精霊は何かを偽っているのか。そんな偽りのゴムの木の精霊といえば、3年前2021年のこちらの動画でニカとはクラバウターマンのような精霊であると考えました。こちらです。ねえスー、神様っているのかな。この国を守って神様と神に願い、そして絶望の空島を救ったのはルフィでした。つまりシンプルに考えるなら本物の神とはルフィとなるかもしれません。ルフィこそが本物の神、太陽の神ニカかもしれない。この考えも今回は追求していきます。そしてジャヤでは太陽の神を信仰していました。太陽の神ニカがゴムの人でありジャヤにいた証拠、それは生贄の祭壇です。太陽の神を信仰していたジャヤの生贄の祭壇に刻まれた絵をよく見てください。この絵はギアホースバウンドマン。太古のジャヤにゴムの男がいた。ゴムゴムの実に太陽の神ニカが入っている可能性は、先ほどの生贄の祭壇がヒントなのかもしれません。アッパーヤードの生贄の祭壇ではメリー号の中に入っていたクラバウターマンがいました。つまり船に精霊クラバウターマンが宿っていたなら、ゴムゴムの実には太陽の神ニカが宿っているというヒントでしょうか。つまり太陽の神ニカはルフィを選んだ。それこそがルフィの運命なのでしょうか。アッパーヤードの生贄の祭壇にはそこだけ太陽の光が届いており、その祭壇に現れてメリー号を修復したクラバウターマンが登場したのは254話。タイトルは夜明けの曲と書いてオーバード。さらに2022年1043話の考察動画では、ニカとは願いが叶う木バニャンツリーゴムの木の精霊だと考えました。こちらです。以前考えたようにルフィはワノ国の始まりでカニによって目を覚ましました。そして今回ルフィはニカになって目を覚ましました。ニカとカニ、ニカとはニカ、太陽の神ニカ。8ヶ月前から一貫して言ってきたように、ルフィイコールジョイボーイ、ジョイボーイイコール太陽の神ニカ。これが1043話の話数の語呂合わせ7つ目。冬至祭。冬至祭でしょう。冬至祭とは巨人族の国エルバフで行われている断食、太陽の死と復活のお祭り。太陽であるルフィが一度死んで復活するイメージ。窮地ほど笑い、笑うほど日課。ルフィ復活。これは前回の動画で考えた通りでした。しかもエルバフの巨人たちのお祭り冬至祭の語呂合わせも重なって、こちらで考えたジョイボーイ巨人説もいい感じになってきました。この太陽の死と復活は994話でカイドウが言っていた死は人の完成だ。
につながるでしょう。そして決定的なのが、モルジブでは人々の夢を叶えてくれる木、バイアンツリーというものがあるそうですが、このバイアンツリーの別名はベンジャミンゴムの木。ゴムの木。さらにこのゴムの木をモルジブの現地の言葉で言うと、それはニカ。ゴムの木イコールニカです。モルジブにはニカアイランドという樹齢350年と言われるニカの木がある。ジョイボーイとはどうやら現実世界のカリブ海の神だそうです。その詳細がこちらの本に載っていると教えてもらい、早速その本を購入したので見ていきましょう。ジョイボーイはまさしくドラムの魂、リズムの神で、カリブ海の神話では重要な役割を担っているそうです。ジョイボーイは踊り、歌い、歓喜する人間の欲求を擬人化した踊り子の神だそうで、その神話は大航海時代、アフリカから奴隷の輸送船とともにカリブ海に渡ってきたそうです。そんなジョイボーイは人間のあらゆる欠点や問題にいつまでも微笑み続け、ドラムを叩いてリズムを刻み、苦悩を解放してくれると言います。ニカとはやはりゴムの木の精霊なのか、それはまだ確定していませんが、小田先生が30年前にゴムの木の精霊というアイデアを持っていたことは確定しました。これによりこちらの動画で考えたように、ニカは後付けではない可能性がかなり高まったでしょう。そして僕の考察もあながち間違ってなかったことも確定。あとはゴムの木の精霊という30年前のアイデアを小田先生がニカに採用しているかどうかだけです。ちなみに同じ小田先生が30年前に考えた剣豪リュウマはワンピースにも採用されています。しかし一方で同じく7月4日に発売されたニカのビブルカードにはハヌマーンに注目と書かれています。つまりニカはインド神話の猿神ハヌマーンであることも確定でしょう。変幻時代のニカはいつの日か悟空のように大猿に化けそう。だけどニカはやっぱりどこまで行ってもニカです。ワンピースの幻獣種はここまで全て不死鳥フェニックス、大仏、大入道、青龍、九尾の狐、大口の狼、ヤマタノオロチ、ペガサスなど、その幻獣そのままの名前が付けられています。それならばニカがもしもハヌマーンであれば、人々のみ幻獣種猿神ハヌマーンと名付けるのが妥当ですが、ニカはやっぱりどこまで行ってもニカです。ニカとはモリジブの言葉でゴムの木という意味です。真っ白なゴムの木の天然樹脂の精霊、神であると考えるのが素直でしょう。つまりニカは猿神ハヌマーンにも変身しそうだが、ルフィがなろうと思えばおそらく鳥やロボットにも変身できそう。ニカは髪の毛からゴーグルを生成していました。話をフォワードに戻しましょう。フォワードのゴムの木の精霊の名前はニカではなくメリーです。メリーといえばワンピースではメリーゴー。ゴムの木の精霊イコールメリーゴー。クラバウターマン、ゴムイコールメリーゴー。この考え方は実は X で2年前に考えました。それはサニー号が太陽と呼ばれているなら、メリー号からサニー号への乗り換えの流れはゴムゴムからニカへの流れを示唆していたと考えました。なぜならゴーイングメリー号をルフィたちは GM 号と略していたからです。 GM イコールゴム。そのように考えましたが、今回その答え合わせができました。ゴムの木の精霊イコールメリーだったのです。奇跡。さらに奇跡は続きます。フォワードの設定ノートには、盗まれたのはリンゴ、メロンじゃなかった、よかった、そのように書かれています。よく意味がわかりませんが、とにかくメロンが重要なようです。このメロンについても X で2年前に考察しています。それはメロンイコールゴムゴムの実だと。メロンは漢字で天下と書きます。天下イコール天下。天下を取る悪魔の実がゴムゴムの実であると。だからメロンが重要だと19歳のオダッチは考えたのか。まとめましょう。数年前に考えたニカの正体、願いが叶う木、バニャンツリー、ゴムの木の天然樹脂説。それはまだ確定していませんし、採用されないかもしれません。しかし30年前、1994年、19歳の少年だった小田先生が考えたゴムの木の精霊やメリーゴー、メロンといったアイデアに、僕は考察によって30年の時を超えてたどり着けたようです。それらはニカが決して後付けではない証拠にもなりうる。ニカという文字がワンピースで初めて登場したのは56話ゴムなのです。皆さんはどう思いましたか？ありがとうございました。チャンネル登録してね。